皆さんこんにちは。今回は医学部医学科脳神経病理学講座の紹介をしていきます。私は医学科3年の安井と申します。同じく3年の磯崎です。私たちは脳神経由来の病気について日々研究しています。今日はそんな私たちの研究室についてご紹介します。じゃあ実際に研究室に行ってみましょう。行きましょう。ここが私たちの研究室です。それでは研究内容について安井さんに紹介してもらいましょう。はい、私たちの研究室では認知症などの病気で苦しんでいる方の脳を見ています。そうなんですね。はい。で、本当は人の脳を実際に使うんですけれども、今回は模型を使って紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。具体的に脳のどういうところを見ているんですか？認知症の方の脳だったりすると、特定の部位が縮んでしまったり、色が変わってしまったりすることがあります。そうなんですね。はい。それを実際に脳を切って、で脳のここがおかしいねとか、色が変わってしまってるねとかっていうのをみんなで見ています。そうなんですね。はい。ちなみに認知症を起こす病気の代表格であるアルツハイマー病ではどういったところが変化するんですか？アルツハイマー病の場合ですと、この側頭葉のこの内側のところ、ここが縮んでしまうっていうのがアルツハイマー病の大きな特徴です。なるほど。実際に脳の大きさや形が変わっていることが分かった場合には、その後どういったことをするんですか？その後は病気を確定させるために顕微鏡を使って脳を観察します。そうなんですね。はい、確定した病名をもとにこういう病変があるとこういう症状が出るんだねとか、脳のこの部分が縮んでしまってるとこういう病気なんだねっていうのをつなげています。なるほど。それでは私たちの研究内容は実際の医療現場ではどういうふうに役立っているんですか？はい、じゃあそれは実際に先生に聞いてみましょう。先生。はい。先生、私たちの研究は実際の医療現場ではどんな風に役立ってるんですか？私たちがやっていることは大きく分けて2つあります。1つ目が診断ですね。この方がどうして亡くなったのかという原因を明らかにすること。もう1つがこの方の病気がどうして起こったのかということを明らかにする。こちらが研究になるわけですね。実際私たちがやっていることが診断基準ですとか病気の概念を変えることにつながったということもあります。はい、そうなんですね。実際に私たちの研究がこんな風に役立ってるんだなって知って改めて頑張ろうと思いました。先生、ありがとうございます。はい、ここまで研究の内容とか紹介してきたんですけれども、ここで私たちの研究室に所属している留学生の方にお話を聞きたいと思います。藤尾塚先生とテイ先生です。日本はどうですか？ How do you find Japan? This is my first time in Japan. I found out this country is to me. 初めての滞在で非常に面白いっていうことと楽しく過ごしてますという。どうして弘前大学選んだんですか？ So why did you choose Hirosaki University? リサーチの方向性が一致したっていうことね。ありがたいことにいい人たちがいるということで選んでいただきました。ありがとうございます。日本はどうですか？私、日本に来てから4年目になります。日本に来てよかったなと思って、景色もいいし、食べ物も美味しいし、とても落ち着いて勉強できる場所です。よかったです。ありがとうございます。なんで弘前大学を選ばれたんですか？弘前大学に留学する先輩がたくさんいるので、それから日本に興味を持って、日本を留学することを決めるときに先輩の紹介でここの大学に入らせていただきました。よかったです。ありがとうございます。日本とポーランドどっちが寒いですか？ So he said, which is colder in Japan or Poland? 夏はよく似てるけれども、ポーランドの方がずっと寒いですね。好きな食べ物とかできたりしましたか？はい、日本はユニークな食べ物がいっぱいあると思って、
まずはお寿司と思います。お寿司は中国もあるけど、それほど新鮮ではないと思って、日本のお寿司はうまいと思ってます。よかったです今度食べに行きましょういろいろ質問させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いろんな国の留学生の方とこうやってお話ができるのも弘前大学の大きな特徴ですね。他にも医学部のいろんな特徴を先生と一緒にお話ししていきましょう。まず基本的な質問なんですが、医学部医学科ではどういうことを勉強するんですか？他の学部と違って医学部医学科っていうのは目的はたった一つだと思います。医師になるということですね。将来的にどの科に進むにせよ全ての科を学んでいただく必要があるので、学ぶ内容はとっても多いということですね。そうなんですね。これからも勉強頑張ります。頑張ります。僕から質問をさせてもらいます。なんで医学部入ったんですか？もともと医学部と工学部両方に興味があって、どっちにしようかなって思った時に先に医学を学びたいなって思ったので医学部にしました。後悔はないですか？迷ってはいるけどでもいや結局医学に来てよかったなっていう全然悔いてはないですね。将来工学関係のつながりを持ったまま臨床家になりたいと思ってますか？そう思ってるんですけど、そのためにじゃあ今何したらいいかっていうのは正直全然見えてないんですよね。どうしたらいいですかねまあそれは個人のね自由だよね。自由というか、大学っていうのは誰かに決められることじゃないから、自分で決めて自分で物事を突き進めるっていうのは大学なので、それは自分で考えましょうはい頑張ります。じゃあ先生はどうして医学部に入学されたんですか？11個離れて兄がいるんですね。僕は子供の時に医学部入ってて、兄の背中を追ったっていうのはもう正直な理由です。研究医になるか臨床医になるかみたいなのがなんか自分の中でどのくらいの比重でやっていくべきなのかあまりイメージがついてなくて、その研究しながら臨床ってできる感じなんですか？先生は今どういう比率でやられてるんですか？研究は研究で大変な面もあるし、臨床は臨床とっても大変な面があるので、どっちも中途半端っていうのは良くないんですよね。なので僕はもうほとんど研究だけです。自分がこれはやりたいと思うことを純粋に見つけて、それは突き進めばそれでいいんです。だからあんまり悩む必要はないですよ。いつかやりたいことは見えてきます。なんかサークルとかやってるんですか？自分は公式テニス部に入ってます。私も同じく公式テニス部に所属しています。勉強との両立はできそうですか？そうですね、できてると思います。机の上の勉強だけだとどうしても行き詰まっちゃうよね。新しい刺激が欲しいなっていう時に運動してみるのはいいことだなと思ってます。自分が高校生の時に実際悩んでたんですけど、お医者さんになりたいっていう気持ちはあるけど、じゃあお医者さんになるってなった時に何かに進めばいいのとか、どういう研究をするんだろうっていうのはあんまりイメージがつかなかったんですよ。実際に自分でアクションを起こしていけばいいのかなっていうのがあんまり見えてなくて、そこって先生どう思いますか？磯崎君みたいに初めから免疫学やりたいっていう人もいるんですけど、なくてもいいと思うんですよね。分かんないでしょ。なので勉強してる過程で自分はこれは面白いって一生の課だっていうのに気づきます、いつか。なので心配しなくて結構、単純に医師になりたい、勉強したい、人を助けたいって思ってばそれで十分です。そうなんですね。ありがとうございます。はい、以上が弘前大学医学部医学科脳神経病理学講座の紹介になります。この動画を見て少しでも興味を持った方、私たちと一緒に研究してみませんか？皆さん待ってます。